どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、外掛けフィルターはご存知でしょうか？アクアリウムを始めたての初心者なら必ず通るフィルターだと思うので、使ったことがある人が大半だと思います。自分もよくお世話になっており、今でこそほとんどが外部フィルターになりましたが、しばらくは愛用していました。ちなみに、外掛けフィルターに関しては各メーカーの製品を徹底レビューしているので、気になる方は概要欄のリンクから見てみてください。正直、ろ過能力はそこまでではないんですが、水槽縁にかけるだけでろ過ができることや、比較的安価なところが他のフィルターにはないメリットとなっています。それこそ使い方さえ工夫すれば無限大の可能性を秘めており、水を軟水化する樹脂を詰めている方や、水上の植物をぶっ刺して見た目を良くしつつ、ろ過能力をアップさせている方もいらっしゃいます。そんな外掛けフィルター、代表的なフィルターはいくつかあると思うんですが、その中でもひときわ定番感のあるフィルターがあります。外掛けといえばこれと皆さんが思い浮かべるであろうフィルターなんですが、この度そのフィルターがついにリニューアルされることが決定しました。今回はありがたいことにそのメーカーさんにフィルター提供をいただいたので、早速レビューしていきます。店頭も順次リニューアルされるということだったんですが、まだ大手通販サイトなどでも変わっていないので、おそらく先行入手しているはずです。今回は同系の旧バージョンと具体的にどこが変わったのか、徹底的に比較&レビューしていきますので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで今回紹介する製品はこちら。テトラオートワンタッチフィルター AT30 ブラック。価格は未定。現在チャームでは旧 AT30 が1352円で販売されているので、入れ替えだとすれば価格も同じくらいになると思います。こちらは皆さんご存知、テトラから販売されている外掛けフィルターです。外掛けといったらこれという安定感と老舗感で、ホームセンターとかでも必ず置いてある種類なのではないでしょうか。リニューアルということで、これから今までの AT シリーズは廃盤になるわけですが、若干悲しくもありつつ、それを超える性能のフィルターに変わるなら文句ないですよね。では、どこが変わったのかというと、一番は見た目です。パッケージからもわかるように蓋が黒色になっていて、黒大好きな男諸君は大歓喜すること間違いなし。他にもインペラ内に異物が入らないようにシールド付きのインペラが搭載されていたり、地味に流量が強化されてたりします。他にも細かい変更点があるので、そちらは追って紹介するのでお待ちください。それでは旧製品の外箱と見比べつつスペックを参照していきます。寸法は幅 12.5 センチ、高さ17センチ、奥行き10センチ。消費電力と流量は 50Hz 帯で 2.8W、260リットル毎時、60Hz 帯で 2.6W、290リットル毎時となっています。適合水槽は高さ14センチ以上、枠幅 1.2 センチ以内となっています。ちなみに旧 AT30 は大きさと適合水槽は変わらないんですが、消費電力と流量は 50Hz 帯で 2.5W、230リットル毎時、60Hz 帯で 2.5W、288リットル毎時と、新 AT30 は電力消費が上がりつつ流量も上がってます。特に 50Hz 帯は30リットル毎時上がっているので結構違うのではないでしょうか。自分は九州在住なので、旧 AT30 とは2リットル毎時しか変わらないため、そこに関してはあまり違いはないのではと考えています。パッケージをざっと見ても、リニューアル後のものも AT シリーズとすぐにわかるようになっているのは個人的に高評価ポイント。無駄に新しさを強調して従来製品と全く違うと誤認するよりいいと思います。ちなみに今回検証に使用する旧 AT30 は過去の徹底検証動画に使用するためだけに購入したため、一度使ったのみのほぼ新品です。なので経年劣化による異音や流量低下はないはずです。というわけであらかた紹介も終わったので、早速肝心の中身を見ていきましょう。まず最初に出てきたのはおなじみの露材、テトラバイオバッグジュニア。テトラの外掛けは他社製品のようにいくつも露材を入れるのではなく、これ一つで済むというのが楽なポイントですね。詳しいランニングコストは各メーカーの外掛けフィルター比較動画をご参照ください。こちらに関しては従来品と同じです。続いて出てきたのは説明書です。中身もパッと見あまり変わっていないんですが、重要なことが変更されていることに気がつきました。なんと説明書に保証書がついているんです。実はテトラの外掛けフィルター、
以前の動画でテトラに直接電話で問い合わせた時は、ほぼ壊れないから保証期間ないですって回答されたんですよね。それがリニューアルされたことにより保証期間がついたようです。これは単純に嬉しいですね。テトラのフィルターは堅牢なことで有名なんで、ちょっとのことでは壊れないと思いますが、ちなみに保証期間は淡水海水関係なく購入から1年です。淡水は1年だけど海水は半年とかいうフィルターも結構あるんで、どちらも同じ保証期間なのは嬉しいですね。続いて出てきたのは肝心のフィルター本体です。見てもらったらわかる通り蓋が真っ黒です。ツヤがあるタイプかと思ったんですが、意外とマットな仕上がりになってます。この蓋の色の変更に関しては元から把握していたのでびっくりしなかったんですが、実際に見て驚いたのはモーターも黒くなっているところです。今までは灰色だったので、ここもしっかり蓋の色に合わせるのは気づきませんでした。普通にいいと思います。そして中身の送水パイプも黒仕様に。ただこのパイプに関してはリサイクル素材で作ったような変な白い模様みたいなのがついています。環境に配慮した結果ならいい。ただ単にこういう模様なだけなら悪いです。ちなみにあまり知られてませんが、このパイプ部分も分割できるのでお手入れがしやすいです。ろ過層や落水部分である側は旧 AT30 と同じですね。続いて流量が上がったらしい黒のモーター内部を見てみましょう。開けると中にもカバーがついており、そこを外すとインペラがむき出しになるようです。中のインペラはパッと見何の変哲もない感じに見えますが、違いはあるのでしょうか。続いて出てきたのはこちらの給水パイプ。無段階調整ではなく2つのパーツが独立しており、1つで取り付けるか2つで取り付けるかで長さを変えるタイプになっています。最後に出てきたのはこちらの水平調整パーツ。グリップの効く感じの質感で簡単にはめることができます。というわけで新しい AT30 の中身を見ていったので、旧 AT30 と並べて詳しく比較してみましょう。付属品のバイオバッグジュニアはパッケージもリニューアルされてないので中身も同じです。肝心の本体を見ていきます。まずは蓋部分から。旧 AT30 は縦方向に溝があるのに対し、新 AT30 は横方向に溝があります。また流量調整のインチが変わってます。この AT30、流量調整つまみが無段階で回り続けるようになっており、いまいち流量が分かりにくいんですよね。ここに関してはあまたの外掛けフィルターを触ってきた経験から、どのメーカーのものも同じく分かりやすくはないので、この製品が格別分かりにくいわけではないです。ただ新しい表記で分かりやすくなったかと言われればノー。旧製品と大差ない感じがします。しかしじっくり見比べてみて気づいたんですが、この印字以外で流量が分かりやすくなるよう改良されてたんです。それはつまみ部分の幅の違いです。旧 AT30 は若干幅は変わっているものの、左右の端で比較してもあまり変わりません。新 AT30 の方はつまみの左右にかけての幅の違いが大きくなっており、いわゆる三角形のような感じになってます。この太い部分を手前にすると流量最大、細い方を手前にすると流量最小になるんです。正直マジでよく見ないと気づかないんで、映像で伝わりにくいのが申し訳ないんですが、旧 AT30 よりすごくわかりやすくなってます。この違いを把握しているのとしていないのとでは操作性がだいぶ変わってくるのではないでしょうか。なので個人的にはインチ自体は分かりやすくなっていないけど、つまみ部分が改良されてていいという評価です。続いて真正面から見た違いがこちら。落水部分のギザギザや側は全く一緒です。蓋を外して上から見た映像がこちら。このように旧 AT30 は送水パイプが灰色ですが、新 AT30 は黒に変更されてます。ろ過層内も同じろ過フィルターを使うんだから当たり前ですが一緒です。側面にはどちらも電源コードを引っ掛けるパーツがあります。後ろのシールは同じところに貼り付けてあり、流量調整方法の記載だけ変わってます。そして肝心のモーターはこちら。側の大きさは全く変わらず、最低水位線や機構も同じです。色しか違いがないように見えますが、インペラが進化していることが押されているので期待しましょう。最初の蓋を開けてみても違いはないようです。もう一つの蓋を開けてみると若干違いが現れます。それはインペラ取り付け部分の溝の深さです。旧 AT30 は上部分の溝が結構長く掘られており、新 AT30 は短めになってます。この違いが性能にどういった影響を及ぼすかは分かりませんが、なんとなく新 AT30 の方が異物は入りにくそうですね。フィルターの心臓部に当たるモーターはこんな感じ。左が新 AT30、右が旧 AT30。皆さん、この違いが分かりますか？
自分は全くわかりません。大きさや太さ、羽の長さなどどれをとっても酷似しています。間違った評価をしてはいけないので、台本作成中に再度じっくり見直したんですが、自分では違いが分かりませんでした。羽の内側が蓋のような感じで広がっており、それが異物混入を防ぐという触れ込みだと思うんですが、その蓋部分、旧 AT30 にもあります。これ自体が他のメーカーと差別化される部分なのかもしれませんが、少なくとも新旧製品での差は感じないです。違ったところといえば、先ほどの溝が小さくなったことくらいでしょうか。ここに関しては正直長い期間使い続けないと比較しようがないんで、とりあえず現状維持なのかなといった評価。この違いを大々的に宣伝しており、改良されたと思ってた分若干がっかり。リニューアルされた AT シリーズは異物混入をブロックする機構があると言っているだけなので、旧 AT シリーズから進化したとは一言も言ってないですしね。最後に給水パイプと水平調整パーツはどちらも全く同じものでした。それでは新旧製品の違いは全て見たので、実際に水槽に取り付け、流量や静音性などを詳しく見ていきます。まずは実際に水槽に取り付けた映像から。こうやって水槽縁に取り付けた映像を見ると、やはり新 AT30 の方がかっこよく感じますね。モーターの色も統一される分、引き締まって見えます。ちなみに今回検証に使っている水槽は30センチキューブ水槽です。それでは実際に水槽に水を張ってフィルターを稼働させていきます。この AT シリーズは水中内モーターなので予備水は不要です。コンセントに差し込んだ瞬間、一気に水を吸い上げて稼働してくれます。ここは水中内モーターのいいところですね。続いては流量の違いを旧 AT30 の落水部分と比較して見ていきます。まずは流量最大。続いて流量最小。見てもらったらわかる通り、ほぼほぼ一緒です。これは 60Hz のカタログスペックからもわかると思うので想定の範囲内。少なくとも新 AT30 の方が弱いということはなさそうです。それでは恒例のメラミンスポンジにより水流検証を行っていきます。まずは新 AT30 の流量最大。落水部分が結構きついので、しっかり底面まで水流が行き渡っているのがわかります。これくらいあれば30センチキューブでも大丈夫だと思います。続いて流量最小。ほぼほぼ動いてないです。メラミンスポンジの自重で落ちていってはいますが、落水部分付近もそこまで水流は起こっていないようです。裏返すとここまで絞れるということですね。続いては旧 AT30 の流量最大。先ほどの新 AT30 同様、底面部分までしっかりと水流が行き渡り、メラミンスポンジが跳ね返って攪拌されています。これを見ても 60Hz 帯では新旧での流量の違いは感じ取れるほどのものではないことがわかります。最後に流量最小。こちらもしっかり絞ることができます。水流が苦手なベタなどにも使えそうですが、通常の運用でここまで絞る必要はなさそうです。最後に静音性の確認です。テトラの静音性はピカイチなので期待したいところ。ちなみに今回も恒例の騒音測定アプリを使用しつつ、録音した音声を流しますが、騒音測定アプリに関してはあくまで目安なので、数値に関しては参考程度にお願いします。測定時はできるだけ環境音が入らないよう配慮して録音しております。また、落水音がしないよう録音時は水位を上げています。まずは旧 AT30 の流量最大から。続いて流量最小。明らかに流量最小の方が音が抑えられてます。ただ最大でも圧倒的な静音性を誇るので、普通に寝室でも使えると思います。逆に通常運用では水の落ちる音の方がうるさく聞こえるレベルです。さすが老舗のテトラ製品といったところ。続いては新 AT30 の流量最大。続いて流量最小。大変申し訳ないんですが、静音性は旧 AT30 の方がいいです。エアガミしてる音だと思って何回か電源をオンオフしたり、しばらく稼働させてから測定したりしたんですが、どうしてもこのカラカラ音が抜けきれませんでした。
正直これに関しては使用環境や個体差が激しい部分なので何とも言えないところではあります。ただ自分の環境では新 AT30 よりも旧 AT30 の方が静音性は高いという結果になりました。よくある蓋が共振してビリビリするようなビビリ音と違って、このカラカラ音の不快感は少ないんですが、新しくなって流量も上がった分、静音性が旧製品よりも上がることは考えにくいですね。それでも他社製品と比較しても静音性は高いと思うので、新しくなった AT30 でも従来通りの運用方法ができると思います。というわけで総評。AT シリーズの正統派進化系。正直機能面の目新しさはない分、色を変えたことでインパクトが上がり、ユーザーが気にするであろう見た目はだいぶ変わりました。個人的には黒の方が好きなんで、お値段据え置きであれば旧製品よりもこっちを選びます。ただこれは好みの問題なので、旧 AT シリーズのシルバーが良かったという人もいると思います。ここに関しては皆さんの感性にお任せするとして、全体的には高水準に収まっているフィルターです。若干静音性は犠牲になったような気はしますが、今までの経験上、ここはすごく個体差が出る部分なので一概には言えません。自分が言えることは旧 AT シリーズはただでさえ静音性抜群なんで、これより静音性が上がったら稼働しているかどうか逆に不安になるってことと、流量が上がってモーター周辺のパーツが変わってないんだから、うるさくなることはあっても静かになることはないだろうということくらいですね。これから徐々に新しいものに切り替わると思うので、この動画を参考に購入するかどうかを検討していただければと思います。今後もこういった気になるフィルターなどの製品を詳しくレビューしていきますので、気になる方はチャンネル登録していただければ幸いです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。